AI 革命といえば、だいたい NVIDIA みたいな半導体メーカーとか、巨大なデータセンターとか、なんかそういう複雑なソフトウェアを思い浮かべる方が多いと思うんですよ。そうですね。大半の方が真っ先にそういった企業を想像するはずです。でも、今、その最先端の技術革命がある以外なところでボトルネックになりつつあるんですよね。それが米粒よりも小さな部品なんです。あなたはまさかスマートフォン向け部品のイメージが強い村田製作所が今や AI ど真ん中の企業へと劇的な変貌を遂げていることをご存知でしたか？今回の徹底解剖の主役ですね。多くの人がスマートフォン市場の動向に業績が左右される電子部品メーカーという固定観念を持っているかもしれません。はい。しかし、実際は AI サーバーの心臓部を根本から支える不可欠なインフラ企業へとその立ち位置を大きく変えつつあるんです。っていうか今回のミッションはまさにこのスマホの村田からの脱却の裏側を紐解くことなんですけど、決算の分析記事を読んで私が一番驚いたのがデータセンター向けの売上見通しの急激な変化でした。あの数字は非常にインパクトがありましたね。これまで会社側が前提としていた年率 30% 成長という数字からいきなり年率 85% から 90% 増へと引き上げられましたよね。はい。会社側が想定していた成長スピードの約3倍にまで一気に急加速しています。3倍ですか。これは単に売上が伸びているというだけでなく、市場からの需要の質そのものが全く違う次元に変わりつつあるという非常に重要なシグナルなんです。なぜそこまでの急加速が起きてるんでしょうか？ AI サーバーに搭載される GPU は、膨大なデータを同時処理するために、瞬間的に極めて巨大な電力を消費します。その電力スパイクによるシステムダウンを防ぐためにですね、ええ。プロセッサーのすぐそばで瞬時に電力を放出し、電圧を安定させる小さなダムのような役割が必要になるんです。それが MLCC と呼ばれる積層セラミックコンデンサーです。つまり AI の処理能力が上がるほどその電力変動を抑え込むためのダムが大量に必要になるってことですか？その通りです。最新の AI サーバー1台あたりに使われる MLCC の数は、従来の汎用サーバーと比べて桁違いに多くなります。生成 AI に向けた世界的な設備投資の波が、米粒よりも小さな部品の出荷数量を直接的に爆発させている構造なんですよ。その成長率 85% 増という数字のスケール感ですけど、もし私の毎日の1000円のランチ予算がそのペースで指数関数的に増え続けたら、来年には毎日超高級フレンチを食べて、再来年には、宇宙食ですか？計算が飛躍しすぎです。でも、経営陣が指数関数的と表現するほど、AI サーバー向け需要が想定の3倍に急拡大しているのは紛れもない事実なんです。本当にそれぐらいの勢いなんですよ。その猛烈な需要を背景にした経営陣の自信は株主への対応にも明確に現れていますよね。はい、おっしゃる通りです。過去最大規模となる1500億円の自社株買いを発表して、さらに配当方針についても、利益の変動に左右されにくい指標である株主資本配当率を 5% へ引き上げる決議をしましたからね。長年、現金を溜め込みすぎだと市場から指摘されてきた企業が、株主還元の姿勢を明確に強化し、攻めの動きを見せ始めたということですね。では、具体的に何が起きているのか、今期の圧倒的な数字を追っていきましょう。企業が発表する次期の業績予想を見ると、売上が1兆9600億円で前年比プラス 7.1%、そして営業利益が3800億円でプラス 34.8% を見込んでいます。なんか売上の伸びに比べて利益の回復幅が非常に大きいですよね。はい。売上の規模拡大以上に収益性が先行して加速している点に注目すべきです。そして、今回の決算で最も注視すべき数字がコンデンサー単体の受注残高です。はい、受注残高ですね。金額にして約2692億円、前年比でプラス 89.5% という異常とも言える積み上がりを見せています。注文はすでに受けてるけど、まだ出荷が完了してない仕事がそれだけ溜まってるってことですよね。受注残高が 89.5% も増えるっていうか、それって私のクレジットカードのリボ払いの残高が毎月膨れ上がって払わなきゃいけないのに追いつかないって震えてる状況と同じじゃないですか？借金ではなく売上の玉です。でも期末のコンデンサー単体の受注残高が前年比プラス 89.5% まで急増しており、作れば売れる確実な未来の収益と言えます。
あなたも仕事をしていてタスクが多すぎてパンクしそうって経験があるかもしれませんが、今の村田製作所はまさに需要の強さが供給能力を超え始めている嬉しい悲鳴の状態なんですよね。需要の強さが供給のペースを上回るほどの活況を呈しています。でもそうした華々しい数字の裏側で、実は長年抱えていた課題事業に対する大掃除も行われていましたよね。まださっきのクレジットカードの話を引きずってますね。表面的な数字だけでは見えにくい部分ですが、今後の戦略を占う上で非常に重要な動きがありました。重要な動きですか？表面派フィルター事業などに関連するのれんの減損として504億円を一気に計上したんです。のれんの減損っていうのは過去の買収資産の価値を見直して損失を出す処理ですよね。504億円の損失を一気に出すって、要するに私がいつか行くかもと思って3年間放置してたスポーツジムのサブスクを月末に泣く泣く一括で解約して過去の自分を清算するようなものですか？過去の清算という意味ですね。でも504億円ののれん減損を一気に計上し、赤字だった電池事業も黒字化するなど、将来の利益を圧迫する懸念材料をきれいに掃除したわけです。全体の利益がしっかり出ている今だからこそ、将来のリスクをここでスパッと切り離したわけですね。その通りです。守りの整理と AI 需要の急加速を的確に捉える攻めの姿勢を同時に進行させている。これが今回の決算数字の裏に隠された経営陣からの強力なメッセージと言えます。過去のしがらみを断ち切る決断が次の成長への布石になってるんですね。そしてここからが今回の徹底解剖のハイライトです。決算資料の数字だけでは絶対に読み取れない経営陣の言葉の変化やアナリストとの質疑応答から透けて見える本音を深掘りしてみましょう。数字以上のシグナルですね。前期までの決算説明会ではどんなトーンだったんでしょうか？前期までは需要をどう獲得するか、顧客にどう採用してもらうかといった売る心配をする言葉が目立っていました。はいはい。しかし今期は経営陣がいかに作っていくかとか生産能力の構築という表現を繰り返し使っているんです。つまり経営の関心がどう売るかからどう作るかっていう供給側の心配へ完全にシフトしてるんですね。ただアナリストからの厳しい質疑応答を読むと不思議な点がありました。どのような点ですか？コンデンサーの需要がこれほど逼迫していて、顧客側も価格より調達を優先するって言ってる状況なのに、会社側は値上げを考えていないと明言していますよね。そうなんです。需給が極端にタイトになれば価格転嫁を行って利益率を一段引き上げるのが経済学の定則ですからね。実際投資家も当然そのシナリオを期待して質問を投げかけました。需要が供給を超えてて顧客も高くてもいいって言ってるのに値上げしないんですか？私が社長ならここぞとばかりに3倍の値段にしてボロ儲けしますよ。経営センスないんじゃないですか？短期的な利益より信頼です。でも長期的な関係を重視しているからこその判断であり、上司の言葉に翻訳すると今は目先の利益より強固なパイプを作る時期だと読めます。はは、本当に強欲ですね。そういうことですか。部品メーカーのビジネスモデルにおいて顧客の足元を見て一時的に利益を上げるよりも苦しい時に安定供給してくれたっていう信頼の方が将来にわたって圧倒的な価値を生むわけですね。企業がどの時間軸でビジネスを捉えているかがよく表れている場面だと思います。あなたなら投資家からの期待とずれてでも長期的な関係を優先するこの経営判断をどう評価しますか？非常に興味深いポイントですよね。さて、現状の好調さだけでなく次の四半期に向けた見通しやリスクについてもしっかり押さえておきましょう。質疑応答では期待の新製品に関するつまずきも明らかになりましたね。NVIDIA などの最新世代 AI サーバーに採用されると見られていた垂直給電モジュールという製品があるのですが、今回は想定通りに採用されなかったと明かされました。なるほど。AI 向けモジュールが不採用って半年間ログインボーナスを貯め続けたのにここぞという時の SSR 確定ガチャで大爆死したってことですよね。もう終わりじゃないですか。一回引けなかっただけです。でも不採用の理由はファームウェアの不具合等であり、すでに6月からの次期プロジェクトでの採用を目指して挽回に動いているかもしれません。完全にゲームオーバーになったわけじゃなくて、すぐに次のチャンスに向けて動いてるんですね。はい。会社側が示している今後の見通し全体を天気予報に例えるなら、AI 向け需要はまさに快晴です。はい。しかし、高付加価値品の価格競争リスクや
中華圏を中心としたスマホ需要の回復具合はまだ曇り空という前提を置き、非常に手堅く見積もっています。それでは今回の分析をまとめましょう。今期の決算は長年の課題を整理しつつ AI 需要の急拡大という強力な追い風に乗る見事な攻めの決算だったと言えますね。そうですね。表面的な数字の良さだけでなく、裏側の構造転換を読み解くことが不可欠になります。つまり AI の波に乗るには村田のコンデンサが最強ってことですね。よし、今すぐ私も個人的に米粒より小さい MLCC を大量に買い占めて自宅の押し入れに備蓄すれば大金持ちになれますよね。その発想は嫌いじゃないです。でも、部品は基板に組み込まれて初めて価値を生むので、個人がコンデンサーを大量に買い占めても全く意味がないですよね。ふふと言いつつ、実は私も昔、投資を始めたばかりの頃に有望な部品メーカーの話を聞いて、その部品そのものを直接買えないかって本気で調べたことがあるので、今のあなたの気持ちすごくわかります。まさかの共感。専門家でも通る道なんですね。そうなんですよ。さて、今日のお話からあなたに一つ考えてみてほしいことがあります。AI という非常に華やかで最先端の技術革命の裏側でボトルネックになっているのはソフトウェアではなく、実は電気を蓄え安定させるという極めて物理的で泥臭いハードウェアの製造能力でした。はい。あなたの関わっている業界やビジネスでも一番派手な部分ではなく一番地味にインフラ部分にこそ次なる巨大なビジネスチャンスが眠っているのではないでしょうか。この音声は情報提供を目的としており、特定の投資を推奨するものではありません。